まず時間は誰でも、平等に、持っているものだと思います。使い方によっては、非常にいい価値を生み出すし、悪い使い方をすると価値のないものになると思っています。私も大事に使いたいなと思ってるんですけれども、いつももっといい使い方ができなかったかなと思うことばかりです。大好きな、あまり真面目ではない若者だったと思います。発明家になるとは全く思っていませんでした。父親から初めて時計を買ってもらって大切にしてたものを会社で落としてバラバラに壊してしまいました。それがきっかけで落としても壊れないような丈夫な時計を開発してみたいと思いました。
ススタートしてから、商品が、並ぶまで約2年間、かかりました。とにかくその開発期間というのは、その丈夫な時計が最終的にどういう形でゴールになるのかっていうことをずっと試行錯誤してたような気がします。もうダメだと思って諦め、ようと思った時に、小さな子供さんが、ボール遊びをしているのを見て、それがきっかけで劇的な解決策が生まれて、なんとか実現することができました。G-SHOCK は一つ丈夫であるっていうことと、常に最新のテクノロジーが、入ってきてますので、その中では非常に独自性のある時計だと思ってます。日本の文化のいいところは、繊細さとそこに力強さを、秘めてることだと思ってますので、丈夫であるっていうタフと、繊細さは、G-SHOCK に影響を与えたと思っています。必ず何かチャレンジするときには、困難が、つきまといますので、その困難に当たったときはネバーギブアップの、精神で乗り越えてほしいなと若い人に言うと同時に私自身にも言い聞かせています。の中で、評価されるかどうかっていうのは、私はそこのところはわからないので、おそらく近い将来、我々自由に、宇宙に行ける時代が、来ると思ってます。そこで、宇宙空間で、私と私の友達のエイリアンが、一緒に、働いて手には G-SHOCK をつけてるというのが私の最後の夢です。